お世話になっております。マサルです。今回は Linux レベル1の勉強方法について一緒に勉強していきます。それでは始めていきましょう。この動画は IT エンジニアの皆さんの成長を応援するスタイルラボさんのご協力でお送りします。スタイルラボさん、いつも応援ありがとうございます。スタイルラボさんの詳細は概要欄のリンクからご覧ください。前回お話ししたように Linux レベル1に認定されるためには101試験、102試験両方に合格する必要があります。勉強することもたくさんあるので、勉強を始める前にどんな勉強方法で合格を目指すのか一緒に考えていきましょう。今回は LPI Japan さんのホームページで紹介されている勉強方法を皆さんにご紹介していきます。先に結論です。 LPI Japan さんではバランスよく反復学習すること、学習環境を構築すること、無償で使える学習補助教材を利用すること、無料で参加できるセミナーを活用することを Linux の勉強方法としてお勧めしています。一つずつ見ていきましょう。まずはバランスの良い反復学習についてお話ししていきます。 Linux の勉強に限った話ではありませんが、学習と演習、つまりインプットとアウトプットをバランスよく反復して勉強することが大切です。学習方法は大きく2つに分かれます。一つは学校で教えてもらう方法、もう一つは独学で勉強する方法です。学校で教えてもらう場合は LPI Japan さんが認定しているアカデミック認定校の中から学校を選ぶのがおすすめです。アカデミック認定校の場合、プロ講師に教えてもらえるのはもちろん、受験料の割引が使えたり、Linux 試験に関する最新の情報を教えてもらうことができます。詳しい情報は LPI Japan さんのアカデミック認定校一覧で確認してみてください。なお、学校に通うということはたくさんメリットがあるものの、やはり授業料金が気になるところです。授業料金に関しては教育給付金が使えるかどうか確認してみましょう。教育給付金を使うとお得に勉強することができる場合があります。学校は無理だとすぐに諦めてしまうのではなく、一度調べてみるのをお勧めします。続いての学習方法として独学で勉強する方法についてお話しします。独学で勉強する方は教材選びが大切です。 Amazon での売れ筋やインターネットの口コミももちろん大切な情報源ですが、 LPI Japan の認定教材の情報も見てみてください。認定教材とは Linux の出題範囲に沿って作成された教材であることを LPI Japan が認定した教材のことです。 Linux を提供している団体が認定している教材なので、まずは認定教材から始めるのが王道だと言えますね。ちなみにこの画面は2024年11月の情報なので、皆さんは最新情報で認定教材の情報を確認してみてくださいね。学習によってインプットができたら、次は演習をしながらアウトプットしていきます。アウトプットの方法は問題集の利用がおすすめです。問題集についても認定教材が LPI Japan さんのホームページで紹介されていますので、こちらを確認してみてください。私自身が Linux の勉強をした時には PingT を使って演習していました。私の周りの受験者の方も PingT 非常に評判がいいです。動画作成時では PingT の101試験が無料で公開されているので、個人的にはまずは PingT を試してみるのがおすすめです。ここまでバランスの良い反復学習についてお話ししました。自分に合う学習方法と演習方法を見つけてバランスよく反復学習してみてくださいね。次は学習環境の構築についてです。車の運転方法を知るためにはテキストをたくさん読むよりも安全な環境で運転してみることが一番効率的に運転方法を学ぶことができます。 Linux も同じで、実際に操作してみることが一番勉強になります。実際に操作できる環境を作ることを学習環境の構築と言います。 LPI Japan では学習環境構築ガイドという資料も公開してくれています。この資料に沿って操作をすることで
学習環境を構築することができます。本当にいろんな情報を公開してくれているのでありがたいですよね。学習環境構築ガイドではここに書いているようなたくさんの構築方法が紹介されています。この中で私がおすすめしたいのはキラーコーダーを利用した環境構築です。キラーコーダーはアカウントを作るだけで簡単に Web ブラウザを使って学習環境にアクセスすることができます。アカウントを作るだけなので一番簡単な学習環境の構築方法です。一応キラーコーダーのデメリットもお伝えしておくと、利用時間の制限があったり実行環境も制限があったり、やりたいことが全てできる環境というわけではありません。しかし本当に手軽に学習環境を構築することができます。初学者の方はまずはキラーコーダーから始めてみてください。次は無償で使える学習補助教材についてお話しします。 LPI Japan では無償で使える学習補助教材もいくつか公開してくれています。特におすすめは Linux 標準教科書です。初心者の方が基礎から Linux を学習するために最適な教科書として20万ダウンロードを突破しています。私も読ませていただきましたが、 Linux の歴史から書いていて大変勉強になりました。ただ注意点としては Linux の標準教科書は Linux を学ぶための教科書なので Linux の出題範囲とは一致していません。 Linux を一からじっくり勉強したい人向けの教材になっています。最後は無料で参加できる学習セミナーについてお話しします。新しい技術を一人で勉強するのは理解するまでに時間がかかってしまいますし、間違った理解をしてしまうこともあります。Linux に詳しい人から話を聞ける機会があると良いですよね。 LPI Japan さんでは無料で参加できる学習セミナーも開催してくれています。特にお勧めしたいのは101試験勉強会です。101試験勉強会は Linux オープンネットワークという技術コミュニティのメンバーが講師として勉強会を開催してくれています。学校に行くのは大変だけど独学も大変という方はこういうコミュニティに入って勉強するのも良い選択肢だと思います。しかもこのコミュニティは無料ですからね、本当にすごいですよね。私ももちろん参加させていただいています。101試験勉強会の参加方法は LPI Japan さんのホームページに書いていますので、皆さんもぜひ参加を検討してみてください。それでは今回のまとめいきましょう。今回は Linux の勉強方法についてお話ししました。バランスの良い反復学習については LPI Japan がホームページで公開している認定情報を参考にしてみてください。学校に行く方は教育給付金も確認してみてくださいね。さらに学習環境の構築では学習環境構築ガイドを紹介しました。学習環境の構築で挫折するのはもったいないです。まずは一番簡単なキラーコーダーから試してみてください。そして学習補助教材として Linux 標準教科書をお勧めしました。20万ダウンロード突破しているとても人気のある教科書です。最後は学習セミナーについてもお話ししました。おすすめは101試験勉強会です。会社を超えていろんな人とつながれるコミュニティというのはいいですよね。最後に宣伝となって恐縮ですが、マサルの勉強部屋でも成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。101試験勉強会とは違って有料のコミュニティにはなってしまうのですが、101試験勉強会に負けないようにいろんな活動を行っています。もちろんメンバーの中には Linux を勉強している方もたくさん参加してくれています。もしよろしければこちらのオンラインコミュニティもご検討よろしくお願いします。最後におまけトークです。今回は私も参加している Linux オープンネットワークについてお話ししてみたいと思います。このコミュニティのアイコンを見てみてください。ライオンみたいなマークになってますよね。Linux といえばペンギンみたいなイメージないですか？どうしてライオンなのか皆さん分かりますか？実はコミュニティの略称がライオンになっているんですよね。これかっこいいですよね。私も真似してマサルの勉強部屋だったら何かできないかなと考えてみたんですけど、私の場合はマンボウになりましたね。
リナックオープンネットワークはライオンで百獣の王、マサルの勉強部屋はマンボウで最弱の王様ということになりますかね。いいオチがついたところで最後までご視聴いただきありがとうございました。